前回の続きからやっていきましょう。前回のパートは確か野戦を終えて朝になって家を出たところで終わったかと思います。今からあるところへ行きます。しかしすぐ忘れ物に気づき引き返します。ボートを忘れていました。外は絶好のお出かけ日和ですね。歩いて向かうよりもボートで川の上を進んだ方が早くて快適です。まあ距離的にも時間的にもさっきボートを取りに行った時間を考えるとどっちでも大して変わらなくなっちゃったんですけどね。とはいえ水上ルートも開拓しておきたいのです。なお操作が荒く画面が見づらくなると思います。明るさというか不透明度を下げて画面を暗くすることによってこの見づらさを軽減できるかどうかの実証実験中です。なお不透明度を下げるのでは、例えばこの映像の向こう側に白い背景画像を隠していた場合、それが少し見えてきて暗くはならないと思います。私がどこへ向かっているか、もうお気づきの方もいるでしょう。多分ワールドを作成して最初に発見した露天最寄りの村です。それが登場するのは何か得意かな。おっと、道が分断されていてここから先へは向かえない。目的地は目と鼻の先にあると言っても過言ではないですが、すぐそこに見えているからといって簡単にたどり着けるわけじゃないですしね。水場があることを利用してうまいこと標高的に向かおうと試みます。そこから向こう岸へは簡単に渡れてしまいました。なお狼がついてきていますが、その存在はあまり気にしていません。あとはここを上がっていけばすぐそこに村があるはず。建物が見えた。ようやくです。わざわざ太陽村に持ち込んできた理由は何でしょうか。肝心のターゲットが見つからなかったので鐘を鳴らして全ての村人を上に返します。向かって左側の村人は鐘に反応して即帰宅しました。対して右の村人にはその気配がないな。さっきから挙動不審なことをしつつ探していたのは求職者の村人です。それはこの家の中にいました。求職者には樽のような食料ブロックを置いてやれば就職をしてプレイヤーと取引ができるようになります。でも、ただ単に就職をさせたいだけなら別に樽にこだわる必要はありません。しかし樽を使うことは今後のゲームプレイに少なからず影響します。で、なぜ就職してくれないんだ。立ち場所が悪かったのかな。っていうか、ここに入った時から思ってたけど、なんで何もないのにここに隠れているんだろう。隠れているというのにはこの隙間に埋まろうとでもしているのかな。ここから出てこないようでは拉致が開かないと判断し、なんとかしてここから離れてもらおうと宿泊。でも村人と融合してしまって動いてはくれません。こんなに盤石に守りを固めるなんて普通じゃないぞ。借金の取り立て人から身を隠すためにこんなところに引きこもってるのかな。でも、今まさに借金の取り立てよりも面倒なやつだったぞ。解いてくれないのなら自分から動くように仕向けるしかないですね。さっき樽を置いたらあのスペースから出てきたことを踏まえ、この辺に置いてみましょうか。さあどうなる？求職者よ。移動だにしないな。遠すぎるか壁があるせいで食料ブロックの検出ができなかったのかな。ボートに乗せて動きを封じた上でこのスペースから、そして願わくば家から出てもらおうという作戦。しかしボートは1マス分の幅を通れない関係上、村人のいるところまで到達できません。わずかでも村人が動けばボートに乗せられるのにな。一旦ボートを回収し、作戦変更とします。村人と重なる位置に飛び込んで、片側に避けさせます。このまま横方向に移動して踏ん張りを利かせます。そうしたら位置関係が逆転しました。戻ろうとしてきますが、ここはリズルマイと押し返します。力と力のぶつかり合いですね。しかしなかなか均衡が破れず、勝負は平行線をたどります。何かが対策がないと、ここから先へ進むことができません。今は引くとキーを押してスニーク状態になっているので村人を押すことができていますが、今そのキーを離したら全てが振り出しに戻ってしまいそうだな。今村人の集中力が途切れたか。よっしゃ、押し出し成功だ。このまま吸い込まれるように食料ブロックへ向かっていく。ということはなく、もしかすると落ち合いの結果ではなく単純に周回の時刻になったから外へ出ただけのようです。いやいや勘弁してよ。その足で就職してくれよ。他に求職者が見当たらないから替えがつかないし、こいつのすぐ近くに置き直してあげよう。して逃げるなよ。なんでスルーするんですか。こんなに求職者を職に就かせるのに苦戦するなんて聞いてないぞ。結局この日は職に就かせることはできませんでした。腹いせというか安当たりとしてこの農民の別荘を強奪して私が出ます。鐘を鳴らした時に速攻で家に戻っていった方の農民なわけですが、そんなところで分をかけていたら何も進みません。おはようございます。こんなグダグダ展開にこれ以上動画時間を使いたくはないな。カッターとにおける動画時間は10分をポイントしているけど、もうそのうち3割を承知したことになるな。てかあんなところに農民がいるんだけど、さすがにちゃんと寝てたよね。深夜徘徊なんてしてないよね。まあそんなことは気にしないでいいか。一度この村を離れて拠点に戻ります。鉄の斧と鉄の原石を取ります。ちょうど余ってた多数の多くのハーフブロックを燃料に鉄の原石を焼きます。こういう使いたい時にクラフト必須なアイテムは貯蓄しておくことなく、余ったものは燃料にするなど使い切ってしまう工夫をすることで手持ちのアイテムを減らしています。少し待って見に行ったら焼けていました。拠点を出てからさっきの村に戻るまでの道筋はほぼ全カットです。ボートを降りたところからお見せするとしましょう。ちなみになぜさっき拠点に戻ったのかはあまりよくわかりませんが、まあ何かしらの理由がないとあんな面倒な移動はしませんよね。ちなみに今の羊の毛をカットするためのハサミはさっき焼いた鉄でクラフトしました。編集時の私は全くそれに気づかずそのシーンをカットしてしまったわけですが、収録した時の記憶が薄れている映像を編集するとこういうことになります。しかしこの謎の一連の行動が何を意味しているのか今わかりました。食料ブロックとは別に村人の生活に必要不可欠なあのアイテムを作ろうとしているのです。その材料となる羊を探しているわけですが、こういう時に限って全然見つからないんですよね。もうすでに2分くらい後半におろついていると思いますね。そしてようやく羊の姿を確認しました。黒もスポーンしてますね。とりあえず白い羊毛をもらうとします。幸運なことに3つも取れました。そして群れてスポーンしたのでしょう。近くにもう一頭おりました。求職者の家に入り、私の家から持ってきた作業台をここで使います。そして隠すまでもないと思いますが、私が作ろうとしていたものの答え合わせの時間です。正解はベッドでした。すごく面倒な作業を経てここまで来ましたよ。まずは拠点に戻って鉄を焼き、そこでハサミをクラフトします。その後は村の近くに再び向かい、羊を頑張って探しました。そこでいた羊毛でベッドをクラフトしました。で、そのベッドは何のために作ったかっていうと、あの求職者の村人の家にはベッドもなかったので、もしかしたらそれが原因で職に就かなかったのではと考えたのです。なおもう一個ベッドをクラフトしますね。
そういえばこの作業台の左奥に食料ブロックである溶鉱炉があるのが確認できるんですけど、埋もれていて村人がアクセスできないようになっています。要するに本当なら求職者にはならなかったけど、生成された家の構造の問題で職に就けなかったというのが真実なわけですね。ベッドを置いて、ここにアクセス可能な食料ブロックを置きます。すると速攻でクリットになりました。このように取引が解禁されたわけですが、まだ終わりではありません。取引を進めていくと、あるアイテムがクラフト不要で手に入りますからね。と思いましたが、どうやらそれは誤りで取引一発目で出てくるようです。まだ取引をしていなければ、食料ブロックを壊して再配置することでその内容を変更させる厳選という作業が有効です。一時的に求職者に戻っていますが、集会が終わって家に戻ることになれば厳選が完了するのではないかと思います。しかしこちらに戻ってくる気配はなし。こんなに苦戦するものだったかな。そうだ、金を鳴らして強制的に帰宅させようではないか。いや待て待て、なんでそっちに吸い込まれていくんだよ。これは村人の行動パターンや性質、AI への理解が根本的に不足していることの表れかな。というか他にそういう実況者がいたとしてもほぼほぼカットするんだろうな。そして押し合いへし合いして我先にと帰宅しようとするでない。まあその家にベッドは一つしかないから快適な夜を求めて争うのは必然か。しかしまだ寝る時間じゃないですね。勝手に外に出て集会を再開しやがりましたよ。なんともまあ自由な生活をしているんだ。そもそも猫なんて連れてきた覚えがないのにここのベッドに住み着いてしまったぞ。とはいえ動物のいる生活は楽しいね。改めて鐘を鳴らします。とはいえベッドが紐づいてしまっているのなら違う村人がこの家に入ってしまうでしょうけど。ちゃんと呼んでない農民が入ってきてくれたわ。そして特に何もしてないのにいつの間にか求職者から釣り人になっていたみたいです。もう何が何だか。しかもお目当てのたらいりバケツを取り扱ってますよ。じゃああとはそれを買うだけですね。結局何を買おうにもエメラルドがないといけないので、それをどうやって用意するか考え中です。そして椅子取りゲームならぬベッド取りゲームの勝負がついているようですが、私がベッドを強奪します。おはようございます。なんか二人ともベッドに埋まっているように見える。どうやってそこに入り込んだんだか。別に助けてやらないこともないけどな。これで解放状態になったのはいいけど、またベッドの紐付けをちゃんとしないと変な家に帰ってしまう原因になるな。何やらハートのパーティクルが出ているな。これは繁殖のチャンスか。けどそうなるような働きかけはしてないし、ちゃんと成功してくれるか微妙だぞ。だろうなとは思っていましたけど、ダメでした。拠点に戻ってきました。現在地は水場の畑です。エメラルドは現地にいる農民に農作物を販売して稼ごうと考え、とりあえずここで育ったものを収穫していきます。収穫をして、釣りをして村に戻ってきました。農業なら俺が手伝ってやるよ。でもちょっとだけ小麦を分けてくれ。そしてそれを買い取ってくれ。悪質転売ヤーもびっくりな本音と建前の使い分けですね。結構カットしましたが、エメラルドを稼いできましたよ。所有しているエメラルド3つ全てを使って、たらいりのバケツを買います。オラ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 ー。帰るのマジでめんどくせえ。拠点に帰ってから先は別日のプレイ映像となります。ホリとか石掘りとかしてましたが、カットしました。猫がこんな至近距離に。これは贈り物がもらえるパターンかな。おはようございます。寝ている間に贈り物をもらえていたようです。ご覧のように腐肉が手に入っています。あまり動画では触れていませんでしたが、ここにある洞窟の石を少しずつでも掘り進めてみたいですね。しかし早々にスケルトンに拒まれます。勇敢にも狼がスケルトンを攻撃しに向かいました。これは私も逃げてはいられませんね。足場が悪くて追いつこうにも追いつけないといった感じでしょうか。こちらで待ち伏せをして奇襲してもいいですね。と、ここで2匹の狼による挟み撃ちの攻撃が炸裂しました。日光で追い打ちをかけ、私がとどめを刺しました。お見せするようなこともなく、ずっと家の近くに植えた木を切って原木を集めまくってました。原木は一部多くの板台に、さらに一部は棒にしてしまって多くのフェンスをクラットします。土を多めに持ってきて前回クリーパーに爆破された後を埋めてしまいます。別に表面だけに土を張ってやってもいいんですが、将来的にここを開発するとなった時に必要なスペースになりかねないということできっちり埋めてやります。まあ、そうでなくとも完全に土で埋めるというのが正しいやり方だと思いますけどね。ちょっとどいてくれるか？いい子だな。もうほとんど爆破されたような痕跡は確認できなくなったな。やっぱりこうやってできた穴を少しずつ埋めていくのは気持ちのいい作業だな。それにしても今回のパート、なんでこんなにグダグダで面白くない回になっちゃったんだろう。やっぱ編集っていつでもできるわけじゃないんだろうな。こうやって質が落ちてしまうと今後の動画で挽回できないといけないのが意外と大変でね。まあそんなことを言っているうちに完全に平らになりました。でですね、これから広めの畑を整備しようと思うんですよ。その予定地はまさにここです。拠点からすぐに行けるところだし、斜面ギリギリにある広い平地ということで、畑の予定地としてこの上ない好立地ですよ。整備をするにあたっては完全にその部分の地面を平らにならさなければいけませんが、ご覧のようにほとんどデコボコしていないので、比較的簡単に早く終わらせてしまえるのではないかと思いますね。なお、畑の大きさは 9×9 の4つ、よって 18×18 の324マス分の面積となります。そして畑を整備するまでの段取りは草刈り、区分け、ただらしとして植える作業です。まずはこの区画での作業をしやすくするため、というか雑草が生えていたら桑で耕せないため、草刈りは最初にするべき必須の作業となります。この作業はまあいつでも流しながらやれば楽にできるでしょうけど、次回判明する事情によりそれはできません。というか普通のバケツが今はないんですよね。だからこそ手作業で草刈りをするしかなく、これはまあ面倒くせえですよ。しかも小麦を大量に栽培するようになれば生えてきてるほど手に入る小麦の種がどんどんドロップしてしまって、何でもこれも煩わしいんですよね。さて、動画時間は残りわずかとなりました。次回は本格的にここに畑を作っていきます。そして次回のパート12こそはちゃんとした面白みのある内容で作るよう努力します。マイクラの実況動画が溜まりすぎているせいでシドライブはかなり空き領域が圧迫されています。実況動画を作成すればするほど私の PC は高速化するわけですね。何か今以上にファイルサイズを小さくする方法はないか色々検証したいです。あるにはあるんですけど、質の損失が大きいのもよろしくはないですしね。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴